お寿司も好きなんだけど、やっぱ大将好きになっちゃうっていうか。もっとちょうだい。マジでお客さん来おへんかったから、お客さん一組とか、ありがたいことに芸人の先輩がちょっと YouTube 上げてくれて、でちょっと皆さん知ってもらえるようになってっていうので今です。もともと整体師なんですよ。あ、そうなんですか。親指でギュッとマッサージするんで親指ギュッとろっていう芸名です。そうだったんですか。結局寿司屋として成立してるかどうかが不安やったんで、その成立させるっていうところにずっとだからこう自分に何ですかねイライラするし、お客テンパってるのもこうなんて言ったらいいんですかね、お客さんに失礼な感じなんで、芸人やからって言われるのがねやっぱりちょっとそこに関しては最初嫌やったから。大阪京橋駅から徒歩数分の場所にのれんを掲げる予約困難店、親指牛太郎として人気を博した吉本興業のピン芸人がコロナを機に母のおばんざい屋を引き継ぎ一躍話題に。お笑いのネタも寿司ネタも仕込んでいる時が楽しいとつぶやく大将が提供するおまかせは握り多めの構成で、王道の一品からあっと驚くアイデアが光る一品まで多彩なメニューが登場。昭和レトロなカウンターの雰囲気の中でニコニコとした表情で接してくれる大将の会話と、それに甘んじない寿司の完成度も凄まじい税込み8800円という圧倒的満足度を誇るおまかせは、大阪らしい人情味があふれる寿司劇場で必食の価値ありです。皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。もともと小料理屋さんだからそうです、これ俺やで、まあおばんざい居酒屋みたいな感じで、ここにこう鉢こう置いて、おかんが作った炒め物とか炊き物をこう並べて、ちょっとお母ちゃん倒れちゃって、料理をどうしてもしないとダメになってしまったんですよね。その時に、最短で卒業できる料理学校、はいっていうので寿司学校に行くことになったんですよ。寿司も全然する気なくて、まあなんかこう学校の見学とか行ったらこうちょっと和食のなんか基本とかも教えてくれるみたいな、居酒屋なんでこうちょっとお作りなんかも出せたらなぐらいで最初初めてです。で覚えたんですけど、またちょっとおかん体調悪くなったからまあ週1回だけ寿司のコースして、まあ、1日おかん休んでもらったらええなとやったんですけど、まあその寿司コースなんか休めるわけないぐらいめちゃめちゃ大変じゃないですか。余計おかん働かすためになってしまってそれでなんかごまかしで1年半ぐらいかな、週1回の寿司コースだけやってたんですよ。もう一回おかん倒れて、で倒れた時はもう目の前でバーンって倒れて、もう多分おばんざい屋無理やなってで、まあちょっと思い切ってこう寿司屋にゴロッと業態を変えて。1品目のれそれうどんです。穴子の稚魚、うどんの麺に見立ててます、生姜汁でお召し上がりください。どうぞ。生姜いいっすね。生姜だけですね。芸人としての活動はもうないんですか？月に1回ぐらいはあるんですけど、まあでもこれももう多分ちょっとなくなっていくと思います。はい。めっちゃ席を置いてて、まあ、仕事もありがたい。吉本です。まずは僕一人なんでピンで、はい。これで相方おったら多分ブチギレられる。柚子かけて黒いのなんですか？大葉の醤油漬けですね。ギュってしました。久々にカメラの前でギュしますか。イベントの時にやっていただいたんですよ、目の前で動画。あれがもう好きすぎて。経歴で言うと何年ぐらいなんですか？僕でね、春もう4月だから明日明後日で18年目。
もう一昔前の師匠ですよ。じゃあよく聞かれるかもしれないけど、同期とかいるんですか？ロングコートダディとちょんまげラーメンインディアンスっていうが僕同期なんですけど、大阪で。これさ、予約を取れるお店なんですか？新規の方が取れるんですか？あ、もう毎月1日の0時に開放ですね。これさ、今営業は夜だけですか？夜と日曜日のお昼、日曜日ランチやってるんですよ。日曜日は昼1夜1。いえ、昼1だけですね。あ、そうなんですね。でもお任せコース。全部、はい、一緒のコース。ちなみにもうおいくらでやってらっしゃるんですか？おいくらでやってらっしゃる8800円です今。はい。あてが3でお寿司10個。握り多め。はい。で汁物がついてですね。富山の、甘エビと富山のホタルイカです。ホタルイカの中にレモンで山椒、レモンと山椒でごま、あとね、しょっつるハタハタの魚醤。珍しい組み合わせ。こういうその献立はどうやって考えるんですか？食べ歩きでこれしたいなとか、あとはやっぱ使いやすい、僕がやっぱ使いやすい食材をこうちょっと手加えると大げさかもしれないですけど、当てになるようなお酒飲めるようなっていうのがね。ただまあその考えると料理経験少ないんでちょっと当ての数少ない。あ、でももう3つぐらいが原因で。ご結婚されてるんですか？あ、結婚しました。お昼食べに来てないんです。金目鯛からって面白いですね。あ、今日はね、そうなんです。龍太郎さんのぬくもりを感じる。魂込めてますからね。ちょっと温かさがすごいある。まあ今温度も含めて好きな質問なんですけど、味はなんで芸人さん目指されたんですか？僕ほとんど芸人なんですよ。え？そうなんですか？やっぱりあれやね。で、まあそれもあって漫才師かっこいい。それでやりました。地元もここなんですか？地元もこの辺です。親父さんは何系のお笑いだったんですか？漫才師で松竹なんですよね。はい。芸人と寿司職人、一見すると畑違いのように思えるが、閉鎖的にこう一人で考える時間が多分好きなところですよね。そういったネタ考えるみたいな。はい、みたいなことで、だから出すまでの準備が多分好きな人が多いと思うんですね。悩みの種類が結構似てます。どうしよう思いつかへんとか、仕込みこれ合ってんのかなとか。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。ちっちゃいのでかいの変やの思ってる。これすりごまいい仕事しますね。うまっ。しめ鯖でもありごま鯖でもありますね。初ガツオにしたら結構油乗ってる。酢漬けにしてるんですよ。で一応うちの中でガリがこれです。なるほど。キャベツ、セロリ、大根。カブ。何入ってるんですか？これね、柿と白菜の浅漬けです。白菜。今なってね、やっぱりよくできてる。基本は結構やっぱ王道シンプルな握りが多い。はい。で何個かがちょっとこうなんていうんですかね、こう変わり種ですというか。厳しく家のこととかしたから、もう娘が言うの、なんか見つけるしかない。
酸味がうまい。お客さんに何て言われたら一番嬉しいですか？あ、でもそれは美味しい。美味しいですか？芸人おもろいって言われるとやっぱり芸人のおもろいと寿司屋の美味しいは一緒。ただ僕18年芸人やっておもろいって言われてる数より3年しかやってん寿司の方が圧倒的な美味しい言われてますけど好みの出るもんやなとは思いますね。まあお笑いはもっと好みがつきますけどね。うまっ。やってください。そうすると思ったわ。連敗すると思った。カニ、イカ、ウニ、カズノコ。毛ガニとケンサキイカとで、バフンウニとカズノコですね。カニとウニの味が濃いのとイカと数の子の食感がすごいアクセント。焼き霜してから漬け醤油。ちょっとだけ温まるんですね。いや楽しいですねこの味は。どうですか？牛。美味しい。出た。シャレットとかやるとこもあるし、はい。まあまあそれに近い感じですけど。ほんと寂しいな。純米酢デラックス、赤酢で白菊はいとあとサイカの赤最高なんか。おお。今日のスペシャリテ何にします？僕は何入ってるんですか？これね、牡蠣と白菜の浅漬けです。白菜。野菜の発酵した自然な酸味。ネタを考えてる時間が楽しいっておっしゃったです、はい、これもまあネタじゃないですか。この傑作ネタですねこれは。自分でほんまにこういろいろ一応はい自分で考えて、これはすごい面白い。叩いて先にその肝の味を先に出すっていうか。身と肝で味が違う、そのコントラストが苦手な大将はあえて叩いて混ぜ合わせることで最初の一口から完璧な一体感を表現。漬け醤油を熱してちょっとこうほんの少しこので火というか温度上げる。寿司屋さんなんかみんなこうサラダ温度上げ方みんなこうこだわりあるじゃないですか。それ見ていや絶対漬けしたいんで漬け醤油熱々漬け醤油。はいちょっと温度上がるんですよ。焼き霜してから漬け醤油ちょっとだけ温まるんですね。漬けじゃ温めるってどういう発想？どっから来てる？皿温めたかったんですよ。男性話2人で男性風の何も気持ち悪い。そうです。火入って前ぐらいの温度まで。僕どっちかというとサワラが好きで、こう全てこうどんどんカスタマイズされていく魚やなと思ってて、これエビと卵とでマヨネーズの中にエビ味噌と白味噌とエビマヨ。エビマヨです。エビマヨ卵。
いや楽しいですねこの味は。この卵焼きもめっちゃ美味しい。おかんの卵。うわお母さんうまいよとお母さんの卵と美味しかった。スペシャリテとか言ってくれるのがめっちゃ見てくださってるんでありがとうございます。めっちゃ見てますよ。これが編集されてる。めっちゃ美味しかったし楽しすぎましたもう本当に本当に楽しかったお寿司でこんなに笑顔になれるお店ってなかなかないな。メンバーええからね、メンバーええ。いやもう最高馬場さんもう本当ありがとうございました。まだもう一回。八時は無理はもう。なんか大阪ってやっぱ面白い街だなってこれメニューは結構季節によって変わるんですか？季節はで、はい、変わりますから、エビマヨとか、最後トロタクの鶏もあるんですけど、その辺とかマグロとか変わるんですけど、他はちょいちょい季節。今日はどうもありがとうございました。サンキュー。